アンニョン、パックンです。今日はですね、ゲストをお呼びしました。キムさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。キム・ドンジュンと申します。いつも自分が一人でカメラに向けて話してたんですけれども、日本にはいろんな韓国の方がいらっしゃると思います。その中で今日はキムさんがなぜ日本に来たのみたいなところで、日本に住む韓国の方のリアルを深掘りしたいと思います。で、質問5つあるので、それでは行きます。お願いします。よろしくお願いします。そしたらキムさん、軽く自己紹介お願いしてもいいですか？はい。私は今37歳、韓国人で、日本の生活8年目ですね。IT 会社で英語と韓国語のサポートしている仕事をしています。キムさん、面白いものが、アラブで生活されていて、日本に来られたという話を聞きました。まず一つ目の質問として、はい。日本に来る前にどういう状況だったのか教えてもらえますか？日本に来る前に会社員でした。アラブエミレート、ドバイではい、物流関係の会社で働いていました。そもそもなぜアラブ、ドバイで生活するようになったの？初めて行ったのは偶然なきっかけでいたんですけど、最初入ったその会社がイラクの物流関係の仕事をしていた会社だったので、その会社の経験で韓国の会社にスカウトされて、イラク出張していってたり。すごい。グローバルで活動されてた。はい、いえいえ。その時は日本に対して興味持ってたりとか、日本で住むとか考えたことがあったんですか？実は全然考えてなかったです。偶然なきっかけがあってみたいなところですかね。その時25、6歳だったんですけど、その時まで一度も日本に来たことがないです。その時、付き合った彼女が日本人の彼女だったので、その彼女を付き合って日本に初めて来ました。で、その彼女さんとはちなみに今も。大丈夫です。当時付き合ってた彼女さんがいたってことそうです。で、それをきっかけに日本に興味を持ってはい。じゃあ、それまで知ってた日本と、その時知るようになった日本って違いがあると思うんですが、どんな感じですか？父はですね、私は日本に対して興味はあんまりなかったので、日本に住み始めながらいろいろな興味を持って住み始めました。付き合うのと日本に住むっていうのは全く別の話かなって思う。そうですね。で、そこから日本に住みたいってなったきっかけは何があったんですか？彼女と付き合った時、仕事的に会社を一回辞めて、何にすればいいのか考えたんですけど、彼女の加入で日本に住み始めました。当時の彼女さんから日本で住んでみないということです。そうですね。愛のために行ってきました。熱いですね。海外生活に対して、基本的に拒否感があんまりない。住んでみたらいいかみたいな。そうです。ドバイで一回海外の世界を知っていましたので、海外で住むのはハードルはそんな高くなかったです。なぜ日本を選択したのかっていうところで言うと、今まで話したそうですね。はい。なんか不安とかはなかったですか？不安とかは別になかったんです。とりあえず距離的にも近いし、文化も近いし、似てるものもいっぱいあるし、逆に楽しかったんですね。特に料理とかがうちにあってて、実はちょっと面白い話なんですけど、韓国人ですけど、辛いものが苦手だったので。苦手。そうです。韓国に住む時から日本の料理が好きでした。日本の料理は大体辛いものがないんじゃないですか。満足しながら住んでいます。日本の方と韓国料理に食べに行ったら、キムさん辛いもの食べれないのみたいな感じで。そうですね。珍しい。面白かった。日本に住みたいってなった時に、周りの反応はどうだったか？例えば家族とか友達とかはどういう反応だったんですか？反応は普通でした。日本はとりあえず近いから、前住んだドバイよりには近いから、みんなそれに対して別に不安していたり、そういうことは全然なかったです。その時、日本で住むってなったら、例えば趣味は何で、仕事はどういうことしてみたいなことを、その時からイメージしてたんですか？特別に何をするかに対してはあまり考えてなかったです。基本的にいろいろなことに挑戦したいという気持ちがあったから、そういう計画は別になかったんですけど、違う話なんですけど、子供の時から日本と韓国とか、近い国行ったり来たりしながらする仕事はやりたい夢はありました。はい。面白い。日本に来る韓国人の方々、僕もそうなんですが、日本の文化、僕は野球に興味があって、アニメに興味があって、の方が多いですが、キムさんの場合は、とりあえず日本にやってみて、当時の彼女さんと楽しい生活をしようという。そうですね。はい。4番目の質問で、準備するときに難しかったこと、大変だったことはなかったですか？
あ、それもですね、とりあえずその時付き合った彼女がいましたので、それに対してそんなにはなかったです。もっと遠い国に住んだ経験がありましたので、日本くらい住むのは全然、不安がじゃなかったんですね。ちなみにですが、はい日本と比べて、はいドバイの生活は、はどの点が大変だったとか、不安とか怖いとか。もちろん国によって強い点とか弱い点はもちろんあると思うんですが、日本に来たから一番最初は大変だったのは、やっぱり日本の交通費が高いんじゃないですか。他の国と比べると、韓国と比べるともそうだし、そういうのが大変で、私はいろいろなところによく行きたいんですけど、やっぱり最初の生活するときにはそういうのがなくて、移動することはやっぱ難しいなっていう考えがあったんです。ドバイの方は、交通事情はどういう感じですか？個人の車で、車利用だとしましたので、いろいろな行きたいところに自由に行ったり来たりしたんですけど、日本では車もないし、最初来た時には別に働いてもないし、交通費が高くて、歩いていろいろな家の近くのところを周りに来ました。日本に来てからの話は次の動画でそうと思っていて、はいこの動画で最後の質問ですが、はい日本に来て今8年住んだと思います。これからの目標というか、日本でどういうことを成し遂げたいみたいな。実は私、今のワイフと一緒に日韓夫婦の YouTube とか、自分の仕事で韓国語の教室もやっていますので、そういう仕事も増えてほしいですね。その内容に関しては概要欄と動画に貼っておくのでぜひ見てください。今は日本と韓国をつなぐような役割がしたい。それを仕事としたいみたいなイメージですか？そうです。それに対しても、日本と韓国の文化の違いとか、敏感な話なんですけど、日本人の方と韓国人の方が、パクさんもそうだし、私たちのあれもそうだし、民間交流的なことがうまくなってほしいなという旨はあります。最後にですが、はい今までそういった交流のお仕事をしていて、はい思い出の仕事、印象に深かった仕事はありますか？韓国語の教室の仕事なんですけど、単純に言語だけ教えることじゃなくて、韓国の文化を教えていったり、または授業をしながら、私が逆に日本人の方から話を聞くこともあるし、お互いのことをよく理解できるきっかけじゃないかなっていうことがあって、そういうのが良かったと思います。わかりました。ありがとうございました. 너무 좋아요. 너무 본인이 내가 무슨 말 하는지도 모르겠어요. 너무 좋습니다. 걱정하지 죄송합니다. 마세요. 걱정하지 마세요. 제가 더 잘 질문을. というところで、一つ目の動画はこれで終わりしたいと思うんですけれども、この動画3部作シリーズでして、次はキムさんが日本に来てどうだったのというところと、で最後の動画では、キムさんの奥さん招きして、いろいろ聞いてみたいと思います。はい。1本目の動画は以上となります。パクンでした。아, 감사합니다. 안녕.